おはようございます。おはようございます。さて本日ここどこでしょうか。はい、青森県下北半島の恐山です。後ろ綺麗ですね。はい、後ろに見えてるのが宇曽利山湖です。いいですね。はい、はい、ということで本日はね、青森県の下北半島をちょっと巡ってみたいと思いますので、はい、では本日も旅行ってみましょう。行ってみましょう。はい、後ろにあるのは、はい、脱衣場と県ネオの銅像です。はいはい、そちらに三途の川があります。ここからまたあるのね。はい、で死者が三途の川にたどり着くと、はい脱衣場が衣類を剥がしてしまうそうです。怖いな。はい。でその後に、う閻魔様の前で天国に行くのか地獄に行くのか審判がね下るそうですよ。怖っ。立派なもんですね。はい、こちら霊場恐山です。じゃあ中入ってみましょう。行ってみましょう。肩車は、幼くして亡くなった子に捧げる意味やお花の代わりになるそうですよ。湖とこの奥のね大きな湖がとっても綺麗です。綺麗だよね。ね。いやーめっちゃ綺麗ね。とっても綺麗です。こちら恐山は1200年前に開かれた霊場で、先ほど通ってきた火山ガスが噴出している地帯は地獄に、そしてこちらの美しい湖は極楽になぞられて、人々の昔から信仰の場とされてきました。本当極楽だよね。はい。静寂の時は流れてます。素晴らしいです。
やー、すごい場所だね。すごい場所でした。うん、地獄と極楽がうん、一つの場所にあるのは、きっと日本でここだけじゃないかなと思います。雰囲気がすごいね、うん、ありますね。すごく神秘的で、うん、本当に昔からね、人々の信仰の拠り所になってたんだなっていうのを感じました。確かに。はい。さて、続いて移動しているのは、はい、ずっと行きたかった仏ヶ浦です。結構な距離だよね。いやー、下北半島ね、一箇所すごく遠くて、はいはい、さっきの恐山から1時間半なんですよ、移動。うん、さて、これからはい、仏ヶ浦に向かいます。行ってみましょう。はい。仏ヶ浦遊歩道、これ熊出るらしいよ。気持ちいいな。ぜいたくですよ。ね。はい。いつも木漏れ日と鳥の声はセットです。だね。うん。はい、ということで、はい、本日も日もどっぷりとくれましたけども、はい、いかがでしたか？仏ヶ浦絶景です。ここやばかったね。すごいです。仏ヶ浦の原型は、はい、約2000万年前に海底火山活動によってできたそうなんです。で、今の形ができてるんですけど、はいはい、本当にね、すごいんですよ。言葉になりません。びっくりしますね。また今日は、夕日がすごく綺麗だったので、綺麗に色づいて素敵な映像がね撮れたんじゃないかなと思います。最高の場所でしたね。はい。はい、ということで今日は一日ね、青森県をちょっとぐるっと回りましたけど、はい、いい場所でしたね。はい、下北半島、大きくて、また大間まで行きたかったんですけど、はい、2カ所で断念です。ということで明日もね、引き続き青森を回りたいと思いますので、またその様子をお伝えできればと思います。はい、ということで本日の動画はここまでしたいと思います。このチャンネルでは旅の Vlog やシネマチックムービーをアップしていますので、皆さんチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。もうもはや夕日も暮れて真っ暗闇です。さて何時に着くでしょうか。何分に着くでしょうか。頑張りましょう。9分に出て22分に到着。10分ちょっと。
熊に会わなくてよかったわ。